試薬の利用者が今年過去最多だって。安楽死薬って何なのだ？安楽死薬っていうのは自分で死ぬためのお薬ですよ。薬は1薬と2薬の2本で1セットで、1薬は本人の DNA 情報をもとにオーダーメイドで作られるんです。そして1薬を注射してから24時間以内に2薬を注射すると眠るように死ぬことができるんですよ。どうしてそんなこと知ってるの？この間学校に特別講師の人が来てお話ししてくれました。でもどうしてそんな怖いお薬をみんな使ってるのだ？決まってるじゃないですか。死は救済だからですよ。どういうことなのだ？悲しいことですが、世の中には生きるのが辛い人たちもたくさんいるってことなんですの。あなたたちはまだ小さいから、そんなこと考えなくてもいいんですのよ。ここで結婚式をやるんだ。とっても大きいのだ。そうですわよ。さあ、皆さん受付でお名前を書いてください。皆さんこんにちは。私の名前は琴ノ葉茜です。今日私たちは結婚式に来ています。花婿さんと花嫁さんがいた子さんのお知り合いで、私たちも一緒に連れて行ってもらえることになったのでした。でも、この幸せな会場であんな事件が起こるなんて、私たちはまだ想像もしていなかったのでした。お姉ちゃん何言ってるの？独り言。そういえばおとまちときりたんはどうしたのだ？二人は軽井沢にある鶴向さんのジムにキャンプに行ってますわ。ジムでキャンプなのだ。ジム。こんにちはなのだ。こんにちは。ここにお名前を書いてね。わかったのだ。お姉さんも結婚式に来たのだ。お姉さんは多分スタッフの人だよ。いいえ、私は新郎新婦の友達でスタッフではないんだよ。結婚式の受付は新郎新婦の親しい人がやることが多いの。そうなんだ。すごく慣れてるからスタッフの人かと思っちゃった。ふふふ。昔この式場でちょっとだけバイトしてたことがあったから、それで慣れてるだけだよ。どんなお仕事なのだ？受付とか、会場準備とかね。短い間だったけど結構楽しかったんだよ。挙式は11時からでしたっけ？そうなのですが新郎新婦が少し遅れているみたいで。あら、そうなんですの。おい。高いカバンなんだから丁重に扱えよな。すみません。いいから行きましょう。ケイスケ。あの人たちは何なのだ？私の同級生なんだけど、気にしないで。こちら席次表です。あれ？お姉さん、スカートに黄色い粉がついてるよ。今朝お手伝いした時についたブーケの花粉かな。ありがとうね。いえいえ。新婦、春子、言うは読める時も、息子やかなる時も、この人をラブし、支え、くがさウォーキングすること、誓いますか？はい、誓います。では誓いの、中を。それでは、新婦春子さん、ゲストの皆様に向かってブーケをどうぞ。ケホ。大丈夫。大丈夫。多分埃を吸い込んじゃっただけだから。早く潮がたれ。せーの。あら？ブーケを受け取った人って次に結婚できるんだよね。いた子が結婚なのだ。結婚だなんてそんな。相手はいるの？いませんわ。そうなんだ。このコースで3万って舐めてるんですか？責任者呼んでください。そう言われましても。ずんちゃんたちはご好意で招待いただいているからご祝儀は私の分だけしかお渡ししていないんですのよ。ただほど美味しいご飯はありませんね、いとこ姉様。現金には程がありますの。どうして僕はコース料理じゃないのだ？うちが会場に頼んでおいたとっても特別なご飯だよ。特別なご飯なのだ。とっても美味しいのだ。いたこさんは新郎新婦の2人とはどういう関係なの？私のお仕事のお客様だったんですのよ。お仕事っていたこの？亡くなった妹さんとお話ししたいとのご依頼でしたの。でもなかなか下ろせなくて、間違って高橋さんに東北動物公園にいるマウンテンゴリラのみつこちゃんをおろしてしまったんですの。なんで高橋がいるのだ？バイトだよ。いつからいたの？最初からいたよ。でも春子さんの妹さん、亡くなっちゃったんだ。ええ、ちょうど2年前にだそうですわ。いた子さん、春子さん、翔太さん、この度はおめでとうございますの。ありがとうございます。それもこれもいたこさんとマウンテンさんのおかげです。高橋です。僕たちが結婚を決められたのは、マウンテンさんがあの言葉を言ってくれたおかげなんです。いや、高橋です。うほうほうほほうほほうほうほうほ。はい、今は少しタイミングが。うほうほうほほうほほ。うほ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 ううほうほうほほうほううほうほうほほうほううほ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 。どういうことですか？うほ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 
ほうほうほん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 。ジェンガだけにね。あんほ。あの言葉のおかげで僕たちは結婚を決意できたんですよ。そうだったんだ。すごいね、マウンテン高橋さん。混ぜないでもらえる？でも東北動物公園のみつこちゃんはまだ生きてるのだ。生きてる人もおろせるの？まあ少し大変ですが、もちろん生き量も下ろせますのよ。あら、でもそう考えると妹さんはまるで。いたこさん、服に黄色い粉がついてるよ。きっとブーケトスの時のお花の花粉ですの。ブーケの花粉？ええ、払えば大丈夫ですの。ずっと眠れないとおっしゃっていましたが、昨晩は眠れましたか？はい、もうぐっすりです。今朝は珍しく春子が起きなくて遅くなってしまい申し訳ありません。いえいえ、ご準備も大変でしょうから。うちちょっと疲れた。思ったより長いもんね。でもみんなとっても幸せそうなのだ。そうだね。私も結婚って憧れちゃうな。誰とするの？お姉ちゃんと。へえ。でも3組に1組が離婚するらしいですよ。神は前に誓ったはずの永遠の愛が破綻するってことは、結婚とは神がいないことを証明するためのエビデンスでしかないのかもしれませんね。何言ってるのだ。私は萌香と結婚すると思ってたんだけどな。だって翔太と萌香、幼馴染であんなに仲良かったじゃない。翔くんとは兄弟みたいなものだから。待たせたな。遅いじゃない。あんたどこに行ってたのよ。ちょっとな。ところでケイちゃん、またひとみちゃんからお金借りたんでしょ？ああ、いつも悪いな瞳。まさか募集2台を貸すことになるなんて思わなかったわ。はるちゃんにも借りてなかった？あれは返したの？返してないが、大丈夫だよ。金なら当てがあるからな。あんた、それ大丈夫なの？それよりもエカーの三国製薬に勤めてるんだろ。ちょっと金貸してくれよ。みんなとそんなに変わらないよ。人からお金を借りるには態度っていうものがあるのだ。そうよ、態度ってものな。なんだこいつ。あなたは今朝のズンダモンくんだっけ？そうなのだ。僕のお名前はズンダモンなのだ。お兄さんはクズってやつなのだ。あ、人からお金を借りる人はクズって聞いたのだ。お兄さんはクズなのだ。このクソだき。ごめんなさい。おう。あ、一服カバンに入れっぱなしだった。私ちょっと取ってくるね。行ってらっしゃい。ところでお姉さんのお花の髪飾り、とっても綺麗だね。綺麗でしょ。お気に入りなの。それって本物のお花？非常識ですよね。はあ、結婚式に参列する人の服装や髪飾りは、花嫁を想起させないようなものを選ぶべきです。そんなのは常識ですよ。それにその花は造花です。最近の造花はよくできていて、近くで見ても見分けがつかないものが多いんですよ。そうなんだ。それでは。何あいつ、感じ悪。あの人もお友達なのかな？こんにちは。あら、こんにちは。さっきの。お姉さんは、はるこさんのお友達？私は夏美よ。ええ、春子の仕事仲間でもあるの。そうなんだ。うちはあかねだよ。あかねちゃんは、結婚式初めて。そうだよ。じゃあ疲れちゃったんじゃない？ちょっとね。でも、はるこさんの周りの人たち、みんな楽しそう。そうね。春子は昔からみんなの中心だったから。なんでもないわ。あと1時間くらいで終わるから、もう自分の席に戻りなさい。わかった。そういえばケイスケはトイレに行くって言ってたけど。何するんだ。話せよ。続きは書で聞く。何の騒ぎですの？お騒がせしてすみません。私こういうもので。ケイスケが何かしたんですか？違法薬物所持の現行犯です。俺は知らねえよ。取引の現場を抑えるはずだったのに勝手に飛び出しやがって。ですが警察の方がどうして結婚式場に？我々はとある捜査のためにここにいます。違法薬物の取引があるという匿名の通報があり潜入していましたが、内容は詳しくは言えません。違法薬物の取引の現場を抑えに来たんだ。どうしてそれを？今めっちゃ言ってた。かっこいいのだ。敏腕刑事さんなのだ。翔太。大丈夫だよ。春子、どうしたんだ？下がってください。死んでる。ご両親はこちらに。春子、どうして？警部補。そうか、わかった。春子さんの死因は毒物による急性中毒である可能性が高いとのことです。それじゃあはるちゃんは誰かに殺されたってことですか？まさか犯人がこの中に？いえ、単に中毒死したというだけですから、まだ他殺と決まったわけではありません。でも毒殺ってことは食べ物に毒が入ってたかもしれないってことですよね。
じゃあもしかして私たちが食べた料理にも？僕が食べた特別なご飯の中にも。ズンダムスさんのはうちが買ってきたやつだから大丈夫だよ。それならよかったのだ。お色直し中の控え室で何か不審なことはありませんでしたか？いえ、特には。では今日春子さんが口にした料理は？いえ、春子は料理には手をつけていません。今朝から食欲がないようでしたので。あんなに豪華な料理よ。結婚式は忙しいだろ？だからそもそも新郎新婦はほとんど食事を取れないことが多いんだよ。いや、私だったらどんなに忙しくても食べられますけど。お前の能力を疑ってるわけじゃねえんだよ。それでは春子さんは今日は一切何も口にしていないと？いえ、お色直し中にキャラメルを一つだけ召し上がっておりました。そのキャラメルはどこに？私が持っています。失礼ですがあなたは？私は春子の同僚の夏美と申します。春子が今朝から何も食べていないと言っていたので、私が近くのコンビニで買ってきたんです。レシートもあります。なるほど。ではキャラメルに毒物を入れることも可能であったわけですね。いえ、私はやっていません。そもそも動機がありません。同僚が亡くなったのに随分と冷静ですね。職場で春子さんから嫌がらせされていたとか、そんなことがあったんじゃないですか？警部補、口には気をつけてください。多分セクハラですよ。絶対にパワハラだろ。春子と夏美さんは付き合いこそ長くありませんが、まるで姉妹のように仲が良かったんです。夏美さんは今きっとすごくお辛いはずです。その辛いとかそういうお話って今何か関係あるんですか？人の心とかないんですの？一応そのキャラメルもあなたのカバンも調べさせてもらいますよ。いいですね。どうぞ。鑑識に回してください。そのキャラメル。どうしたの？あ、いや、あきこさんが好きだったんです。一昨年亡くなった春子の妹の春子がいつもお供えをしていて。そうだったんですね。コンビニで適当に選んだだけですが、そんな偶然もあるんですね。まあともかくこの場で一番怪しいのは。俺はやってねえぞ。中毒死の現場で薬物の売人がいて怪しまない方がおかしいだろう。この粉末は何だ？答えろ。知らねえよ。ケイスケ、お願い。これ以上罪を重ねないで。黙秘を貫いても構わんが、こいつに捕まってるようならどうせすぐにボロが出るぞ。どういう意味ですか？はあ、それは2役だよ。安楽死役のな。やっぱりか。クロークで何をしていたんだ？薬を入れておいたカバンを確認してたんだよ。そこに金が入ってる手はずだった。だけど2つあった薬ら1つだけになってるわ。金は入ってねえわ。あいつ裏切りやがって。でもどうして2役なんて？それなら萌香さんが詳しいんじゃないかしら。さっきあなたが廊下で製薬会社に勤めてるって聞いたけど。2薬を摂取すると強い多幸感など、いわゆるドラッグに似た効能を得られるんです。そんな危ないお薬だったんだ。死の苦しみを少しでも減らすための配慮です。相対的に見たら生の方が苦しいのにですか？お黙りなさい。2薬はリチ薬と違ってオーダーメイドじゃないからな。裏でかなりの量が出回っているようで我々も手を焼いているんだ。多幸感って何なのだ？すごく幸せな気分になるってことじゃなかった？幸せな気分になるものがどうしてダメなのだ？簡単に手に入る幸せばかり求めると体も心も壊れて、最後にはすごく不幸になるんだ。だから法律で禁止してるんだよ。なんだか難しいのだ。しかもこれはコピー品。つまり劣化版2薬だ。この袋に書いてある文字の意味は何だ？タイム30から90。30分から90分後に効果が現れるって意味だ。随分時間がかかるものなんですわね。その代わりほんの一吸いで決まるみたいだけどな。小指の爪の半分の量も吸えば本当の天国に行けるぜ。試してみるか。中は春子さんが一人になったタイミングはありましたか？挙式の前と披露宴の直前にお手洗いに行った時に。披露宴が始まったのは花嫁が倒れる90分ほど前です。披露宴の直前なら時間的にも合うな。死因はこの男から購入した2薬の過剰摂取か。そんな薬物を摂取してる素振りなんて今まで。マリッジブルーってやつかもな。初めてで量を見誤ってなんて事故はよくあるんですよ。それは難しいんじゃないかな。どうしてだい？花嫁さんはポケットのないドレスを着てたし、お化粧道具とかも海添さんが用意してるからトイレに何にも持ち込めないはずだよ。トイレに先に用意してたならわかるけど。海添なんてよく知ってますわね。インターネットで見た。トイレは挙式中に清掃が入っています。なら用意している線もないな。今朝はどうでしたか？今朝は遅れがありバタついていましたから。マジでクソ忙しくて記憶ない。支配人もこの通りで。鑑識から一報です。キャラメルは薬物反応なし。包装剤からも指紋のみです。だろうな。それとそれは本当か？どうしたんですか？花嫁の死因は2薬の過剰摂取ではなく、
正規の手段を利用した安楽死役によるものの可能性が高い。それはつまり？ああ、つまりそういうことだ。いや、だからつまり何なのかを聞いているんですけど。普通分かってるパターンなんだよ。なるほど。なるほどじゃねえよ。つまりこういうことだ。あ、そういうことでしたか。刑事さん、正規の手段ってどういうことなんですか？どうして春子さんは亡くなったんですか？つまり、花嫁である春子さんはすでに何者かの手によって一薬を注射されていたんだ。おそらくそれを知らずに粉末2薬を摂取したため、彼女は亡くなった。1薬を注射したことを知らないで、2薬を摂取しちゃったってこと？どういうことなのだ？もし春子さんに1薬を注射した人がいたとして、その人は春子さんが今日2薬を摂取することを事前に知ってて、その上で春子さんに1薬を注射していたとしたら、どう思う？それってつまり…そう、これはれっきとした殺人事件。春子さんに1薬を注射し2薬を摂取させ死に追いやった。そしてその犯人は、この中にいる。オーシャンゼリーゼー。オーシャンゼリーゼー。お腹壊し入れこもる。昨日食べた生牡蠣は加熱入れ。